んにちは、うるぽろです。今回は、着物警察はあなたを狙っているかもということで、着物警察に絡まれやすい人の特徴についてお話ししたいと思います。私のチャンネルではリサイクル着物を中心に、主婦でも気軽に着物を楽しめるアイデアをお届けしています。ぜひとも着物が好きな方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず、着物警察っていうのは、着物の着方がおかしいとか、格がおかしいとか言ってくる人のことで、だいたいざっくり分けると2タイプに分かれるのかなと思ってまして、まず1つ目は、親切心で相手にそういうことを言ってしまうっていう方。で、もう1つのパターンが、自分が習った着付けとは、相手が違うから、それは違うっていう風に、攻撃的な感じで、指摘してくるタイプ。こういう方に捕まると結構初心者の段階では、辛い思い出になってしまいます。一つ目、二つ目、どっちのパターンの人であっても、やっぱり基本的には聞いてもないのにいきなり、あなたみたいな感じで近寄ってきて、勝手に自分の正義を押し付けてくるっていうことで、着物を始めたばっかりの方からしてみたら、ちょっとありがた迷惑みたいなところもあるんですよ。そういう人たちをもう全部ひっくるめて、もう着物警察と巷では呼んでいるようです。でね、先ほど説明した一つ目のパターンの方は、もう基本的には親切心でも相手に教えてあげたい、伝えたいっていう気持ちがあるんですけれども、初心者の頃って、自分の着こなしであったりとか、この着物とこの帯合ってるのかなって、もう自信がないんですよ。とにかく自信がないところに、着物の先輩方が来られて、なんかこうチクチク言われると、やっぱり着物怖い、なんか着物を始めたけどやっぱ怖いからやめようかなっていう風になる可能性も、ゼロではないんですよね。そう、初心者の段階って着物をね、着ること自体もすっごくドキドキするのに、家からね、こう、一歩出る。その一歩を踏み出すっていうこともすっごく勇気がいることなのに、こう、外に出て歩いていたら、この先輩だと思われる方たちから、この指摘をされるっていうのは、やっぱりね、こう、自信をなくしてしまうことにつながってしまうんですよ。で、自信をなくしてしまうと、やっぱり着物って難しいんだなとか、着物を着てなんかちょっとこういうとこがおかしいって言われちゃったなっていうので、もう悲しくなってしまって、やっぱ着物やめようってなってしまうのが一番良くないことだと私は思っています。実はね、着物警察から声をかけられてしまう。つまりターゲットにされてしまう人には特徴があるっていうふうに私は考えてるんですよ。で、その特徴は何かと言いますと、1、初心者。2、若い。3、優しそう。もうね、この3つが揃うと、もう確実に声をかけられやすいと私は思っています。で、まず1の初心者っていうところなんですけれども、本来は初心者だからといって、誰かから指摘されて当たり前ってわけでもないですし、誰かから声をかけられる理由にはならないはずなんですけれども、着物警察が寄ってきて、お太鼓が曲がってるわよみたいな感じで、いきなりね、触って直されたりとかっていう話もよく聞きます。2つ目の若いっていうところなんですけれども、多分ね、私は1つ目の初心者であるっていうことよりも、この自分より年齢が下、若いっていう方が着物警察のターゲットにされやすい原因になっていると思っています。なんでかって言ったら、着物警察になってしまう方って、自分より知らなそうだから教えてあげたいっていう感情があるんですよ。あげたいっていう気持ち自体は親切心にはなるんですけれども、あげたいっていうのは、自分より目下の人、自分より立場が弱い人、立場が低い人に対して上から目線の言葉になるので、基本的には対等には見てないってことになります。で、着物っていうのは基本的には趣味であったりとか思考の分野なので、この上下の分け隔てなんてないはずなんですけれども、なんかね、そういう心理が働いてしまうみたいです。で、3つ目の優しそうっていうところなんですけれども、やっぱりね、一見気が弱そうに見えたりとか、何も言い返してこなさそうな人がやっぱりターゲットになりやすいのかなと思っています。以上を踏まえまして、じゃあ着物警察が逆にターゲットにしない人ってどんな人なのって言いますと、もう全部逆を言いますね。そうすると、1番、熟練っぽい人。2番、自分より年上の人。3、怖そう。ね、熟練っぽくて、年上っぽくて怖そうな人。なんかね、そういう人になろうと思ってもなれないじゃないですか。年齢もいきなり詐称できませんし、性格を変えたり、なんか、いきなり、みたいな感じの表情になって、こんな感じで歩くこともできないので、自分は自分なので、それを変えることはできない。じゃあね、どうしたらいいのってなるじゃないですか。で、私の結論としては、
もう本人が捉え方を変えるしかない。もうとにかくね、悪く捉えすぎないことが一番大事なのかなと思ってます。そう、着物警察と言われる人であっても、別にね、良かれと思って言ってる人もいますし、その攻撃したい気持ちがあって言ってるわけじゃない人もかなり多いので、もうそれはね、一回もう悲しいなと思っても一回受け止めて、そういう考え方もあるんだなって思う。もうそこをぐっとこらえるしかないんですよ。こんな感じで着物を趣味にして着物を着るっていうのはね、この着付けであったりとか、その格を学ぶとか、それだけじゃなくって人間的にも成長しないといけないところがたくさんあったりして、もう結構ね、考えさせられることがたくさんあります。で、ここまでのお話を聞いて、もしかして私も着物警察なのかもしれないって思われてる方いらっしゃるかもしれないんですよ。でもね、ショックを受けるのはちょっと待ってください。もちろん攻撃的にね、あんたおかしいわ、これなんか変やわとかって言ったりとか、ね、されたんだったらちょっと反省した方がいいかなと思うんですけれども、良かれと思って言ったことに関しては、その人がこう成長していく段階の中で、あの時言われたのってこういうことだったんだって腑に落ちる瞬間って絶対あると思うので、それがね、必ずしも悪いことじゃなかったと思うんですよ。なので、私着物警察やん最悪って思いすぎないでください。多分ね、誰しもあると思うんですよ。私もあると思いますし、もう誰でも、着物って人それぞれに価値観もありますし、美徳みたいなものがありますので、こう自分の正義っていうのがみんなそれぞれにあるのって当たり前だと思うんですよ。で、それを押し付け合うっていうよりかは、この人はこういう意見なんだ。で、この人はこういう意見なんだっていう感じで、こう認め合う世の中になっていったら一番いいのかなと思っています。はい、以上、着物警察に絡まれやすい人の特徴についてお話をしました。合わせて着物初心者さんであっても、熟練の着物通の方であっても、みんなそれぞれの価値観を認め合える世の中になったらいいですねという話をしました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよという方は、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。